私を？あっちの森で狩りをしてるアイヌに会って聞いたんだ。ねえ、アイヌの女の子を見かけなかった？顔に傷のある魔人の男と一緒のはずです。ああ、さっき見かけた子かな。そんなに遠くから来たのかってびっくりしてたよ。みんな一緒にイコタンに遊びに。好可愛啊！行こう杉本。啊，食べられるぞ。下意识就是叫山原。怒ってもらいたいな。ダメだよ。インカラマは俺の家族。这小孩儿。家族？インカラマはおっぱい触っても怒らないお姉ちゃんで、谷垣ニシパはひもなんだ。ですね。他真的很想有家庭的，但是。ひも。不过之前就是尾行也听到了 Tanigaki 的故事来着，他就在鹤见那边。那他们这个颜色就不一样了。よく来たな。もうじきカムイホプニレが始まる。楽しんでくれ。カムイホプニレは神の出発という意味の儀式で、狩りによって取ったヒグマを送るものだ。檻で育てた飼いグマを送るイオマンテとはまた別の儀式だ。这让我想到阿西帕还养的小熊呢。五穀節という叫びだ。火の神様に熊が取れたことを知らせる意味もある。カムイと呼ばれるのは人間ができないこと、役立つものや災厄をもたらすものだ。火は私たちの生活に欠かせない。刃物は手で切れないものをきれいに切ってくれるから、カムイが宿ってる。黄金神威，黄金也是。人間の力が及ばないからカムイだ。でも決して人間よりもものすごく偉い存在ではなくて、私たちと対等と考えてる。狩猟というのは人間が取るんじゃなくて、カムイの方から弓矢に当たりに来ると考えられてきた。人間に招待されて肉や毛皮を与える代わりに、カムイは人間しか作れない酒やタバコなどが欲しい。私たちはカムイを丁重に送り返し、人間の世界はいいところだと他のカムイにも伝えてもらわなきゃならない。ひどい扱いをすればそのカムイは降りてこなくなる。真的是个很好的世界吗？但是木の削りかけであるイナウも人間からカムイへの贈り物だ。カムイはイナウをたくさん持っていると神の国で地位が高まる。もらったイナウは金や銀のイナウに変化して財宝になると言われている。あっちの世界でも金には価値があって、たくさん持ってりゃ幸せになれるってわけか。类似于纸钱吗？我知道他让我想到谁了，桃之助。但是アシーバー、お前に大事な話がある。俺はフチのことを伝えに追ってきた。哦不，そんなことを伝えにわざわざ小樽から来たのか、谷垣統率。尾行不懂啊。本当は鶴見中尉の命令で俺を監視しに来たのだ。違う。俺はもう軍に関わる気はない。世話になったばあちゃんのもとに孫娘を無事返す。それが俺の役目だ。どうだかな。貴様は鶴見中尉を信奉し、山で3人の戦友を殺したことだ。
山で谷垣と行動していた3人のことか。就是被熊あいつらを殺したのはヒグマだ。俺がその場にいたんだから間違いない。ヒグマ。ばあちゃんが二度と孫と会えなくなる夢を見たって、たかが夢だろ。手紙でも送っておけよ。夢というのはカムイが私たちに何か伝えたくて見せるものと強く信じられる。那之前阿西帕做他爸爸的梦，淵は古い考え方就是那个提示。それに淵は昔ある夢を見た。自分の娘の周りにクマがたくさん集まって送っている夢だった。その後すぐに私の母は病気で亡くなったと这么父が神話していた。だからなおさら夢占いを信じてるんだ。シリバさん、一度帰ろうか。一度顔を見せりゃ孫娘とは二度と会えないってフチが見た予言は無効だろう。元気になるさ。好温柔啊，声音也我慢しなくていい是。んだよ。子供扱いするな、杉本。哇，私にはどうしても知りたいことがある。知るべきことを知って自分の未来のために前に進天呐，阿西帕！当所有人都把他当小孩儿的时候，他其实远比大家想的成熟多了。但是我也好舍不得夫妻啊，我不想让他就这样孤单的。その村田中気になってたんだが、二兵鉄道のものじゃないか。二兵を知ってるのか。10年以上前ヒグマを一緒に飼った。腕が良すぎてヒグマがこの土地からいなくなるかと思ったほどだ。二兵は山で死んだ。この村田中は俺が引き取った。そうだったか。しかしあんたにはそんな古い銃扱いにくいだろ。二兵鉄道が俺を兵士からまた这是一种传承。持ち方を忘れないために持つことにした。勝負は常に一発で決めろか。その重傷に小さな7本の傷があるだろう。二兵が俺に話してくれた。俺には子供がたくさんいるが息子は一人だけでね。これはその息子が日清戦争で使っていた銃だ。届けてくれた息子の戦友がこの重傷の傷は息子さんが敵を撃つたびに刻んでいたと。7人目で刻むのをやめたのか、7人目であいつの方が死んだのか。どちらにしろ息子は楽しんで人を撃つようなやつじゃない。殺した責任を背負い込むような甘ったれは兵士なんぞにならないで俺と熊撃ちをしていればよかったんだ。即使到了现在，二平还在不断的引导着他。啊！なんで二兵の犬がこんなところに。連れてきていたのか。いや。もしかして竜、お前まさか谷垣が持っていた二兵の忘れ形見を。命中注定。哦，忠犬。哦。竜は中堅だぜ。主人と敵対した。始终是敌人的山岳。塔尼嘎基背包的样子让我想到了卡格亚妈。我好像知道狐狸姐姐是已经遇见了什么吗？啊，
山原真的很入乡随俗，但我好高兴，现在Tanigaki也重新加入了。啊，小脚脚。这个姿势。好可爱啊！身上痒就去洗澡。什么写真？追星？确实很帅。哦。换头文学，替身文学。哦，月岛。呀。又开始 rap。他真的看不出是个少爷呢。他害怕受罚。哦不，还是个米斯达。脸红。旭川での任務を外れろ。これからは更好了，更爱了，大提升。精いたします。面倒くさい。他们也太好笑了，在一起。いたのは間違いなく尾形百之助だったんだな。はい。尾形の父である元第七師団長花沢幸次郎中将の自陣に泥を塗る行為でありますと。私の父ですら花沢中将の自陣を第七師団の責任とした中央へ強い不信感を持っているのに、尾形は一体どういうつもりなのかと。小糸少尉の父君は花沢中将と同じ薩摩の生まれでご親友同士であったそうだな。自陣は203高地の甚大な被害を中央が全て花沢中将になすりつけたのが原因だ。尾形百之助も当然父君の名誉と第七師団。不，尾行应该杀了自己的父亲。当時父上は近衛歩兵第一連隊長陸軍中佐。世間体を考えれば浅草の芸者とその子供は疎ましく感じたでしょう。本妻との間に男児が生まれると父上はぱったり来なくなったと所以他祖母は母とまだ赤ん怀恨在心。母はよくあんこう鍋を作ってくれました。西のフグに東のあんこうってね。地元の庶民的な鍋です。俺も好きで食べてました。
でもね、それが毎日なんですよ。冬の時期はね。这还是以前的卫星吗？这个头。哦。哇、神枪手！我懂了，尾行线是在杀他爸爸。他把妈妈也杀了。天呐，少し尾でも母行！に対する愛情が残っていれば、父上は葬式に来てくれるだろう。母は最後に愛した人に会えるだろう。他也算为他妈妈着想吗？でも、这是他あ爸。なたは来なかった。自分たちを捨てた恨みとでも言うつもりじゃあるまいな。貴様も頭のおかしくなった母親が哀れで疎ましかったのだろう。这倒是真的。します。入隊して初めて会いましたが、目をくらいましたよ。規律が緩みますからと何度注意しても、部下の俺を兄様と呼ぶのです。一人っ子育ちでずっと兄弟が欲しかったと俺にまとわりつくのです。あの屈託のない笑顔。ああ、俺が両親から祝福されて生まれた子供なのだと心底納得しました。天呐，尾行！ところで花沢優作少尉が203高地でどうやって亡くなったか。無視し続けた妾の息子が急に愛おしくなったのではないかと。祝福された道が俺にもあったのか。又是在这种畸形的家庭中长大的孩子。何かが欠けた人間、出来損ないのせがれじゃ。呪われろ。中央は第七師団に自陣の責任をかぶせるだろう。我は所以他在贺建这里达成了他想要做的事情，然后他就离贺建而去了。より結束が強くなる。第七師団はただ一人残された
花沢中将のご霊息を担ぎ上げる。失った軍神を貴様の中に見るはずだ。よくやったぞ、尾形百之助。よくやった。好像在哄狗狗，但是尾行也不是吃素的。鹤剑可能以为他已经了解到尾行的弱势，或者说他想要的事物，但远不是这么简单啊！尾行在那儿还在看。哦，好想大家一起这样跳啊！我都没有跟谁这么一起跳过，好幸福啊！最后尾行就是金树的声音说出老狐狸，真的很。这集也是终于揭开了尾行他的过去吧，就像之前预测的，他确实弑父，但是他把母亲也杀了，真的是我没想到的。这么看来的话，他真的是从小就没有被爱过呢，就是父亲一直是缺席的，他母亲其实心也不在他身上。虽然他父亲是个赫赫有名的人，但是他一直从未真正融入到这个家庭中去，一直是一个边缘化的人物。悲惨的是他的存在感觉一直是在被隐藏、被否定，所以其实他一直以来是很缺乏这种身份认同感的吧。无论是他杀了他妈妈还是他兄弟的那个动机，其实我感觉更像是他想被发现一样，通过这种手段来获得一种关注，好像是通过毁灭才能证明自己的存在一般。就比如说他想让就是通过他妈妈的葬礼看他爸爸会不会过来，或者说他的兄弟死了之后他爸爸会不会又想起他。但正是他不断的杀，然后但是从未获得他真正想得到的那种关注，一来二去这种反复的落空肯定是加深了他这种扭曲的情感系统或者说是思维体系吧。就是有一种越想证明自己的存在，但又越得不到他想要的这种死循环。从他杀掉他母亲那一刻起，他类似于也是斩断了或者说切割了他曾经还幻想过的就是对他父亲的任何的幻想，然后接下来他又杀了自己的这个兄弟。他对他兄弟的这个情感还是蛮复杂的，应该也有一些羡慕嫉妒恨吧。而最终杀死他的父亲是真的完全跟他的原生家庭切割，这个时候他才真正明白了他可能不需要这些任何人。所以我觉得这可能也能就是解释为什么他就也不相信比如说鹤剑，然后他也完全不信可能阿伊努族或者说任何神相关的或者任何的家族任何情感。我觉得这一点跟尾行他作为狙击手的这个身份结合得很巧妙，因为他好像一直在窥探是谁能看到他，他能看到谁，他就仿佛一直隔离在这个世界之外。不仅是前几集他跟上元他们在一块儿的时候，他也一直是在就是进行一个殿后，或者说是一直在最后做一个观察的这个身份。包括像这一集最后他们都在这个沙滩边上，但是尾行却是格格不入一般，他好像一直是在窥探的这个世界。他也不是没有去追求过被爱的可能，只不过一次一次的失望将他彻底清醒了，最终真的斩断了任何的联系。他真的就是孤独一人，没有任何的归属。包括就是尾行他一直提到自己身上缺少什么，我觉得他一直以来就是内心都是比较空洞的，无法填补，反而觉得这些肯定并不是什么金钱之类的可以填补出来的。就这其实也让我想到最开始我看到尾行的时候，其实我就觉得或者说这种直觉就是他好像并不是真的为追求黄金似的，他可能需要那种被爱的经验或者说情感的连接，但是这一无法填补的空洞可能只会陪伴他一直下去了吧。所以他可能也会不断的在想，如果曾经的他有被好好爱过，有被好好正视接受过，他可能也不会变成现在的样子。说到前面这一集，我真的太喜欢这个李登月岛跟鹤剑的这个相处模式了，怎么会这么搞啊？在李登面前的鹤剑总是有一种少女漫男主的那种登场的画面，鲜花一背景音乐，真的能看出来鹤剑对他来说可能真的像神一般的权威的存在，甚至他都不敢直面他的神直接对话，还得是跟月岛就是类似于传话，完全就是一种膜拜的心态。不过他这有略显稚嫩情绪化的这种性格点倒是挺小少爷的。我觉得鹤剑需要的正是李登这样子的仆从，真正忠心的信徒一般的存在吧。
这一集让我非常惊喜，还有阿西的一趴，就是他拒绝了回去看夫妻，可能是最后一面，他选择继续承担他所做出的选择吧，像是一种痛苦中的成长，是为了他心中更大的这种责任而抑制住了这一份感情。这对于年纪尚小他来说真的是太了不起了。他可能会觉得，如果现在回去找夫妻的话，他无法重新启程。我觉得他应该也逐渐明白了自己身上背负了太多，所以他无法再回头了。虽然看到他成熟的一面让我非常的欣慰，但同时让我很心疼，毕竟成长总是伴随着代价，而且这种成长的脚步可能也会越来越沉重的。还有就是前面提到的阿伊努族对于卡姆伊的这种理解吧，就是像天气、瘟疫这些都是人类不可及的，所以是卡姆伊。而像这部作品名字就是金卡姆，其实在这个世界里，这个当下大家很多人都把黄金作为了卡姆伊，其实就是一种超脱神圣的神灵般的存在吧，来把黄金当做这样的存在去膜拜、去追寻。如果真的黄金成为了这样子的存在，取代了人们的信仰的话，最终我觉得只会遭到反噬的吧。那这一视频要结束啦，我们下次再见啦，拜拜。